はい、こんにちは、サホンです。今日は最近、なんでかはわかんないんですけど、僕、自分のメンタルが弱いかなと思うことがたまたまあったから、いつも僕の動画でポジティブの生き方で前向きで生きましょうとか言った僕なんですけど、急にこんな気持ちになってきて、それを乗り越えるためにいろんなことを調べるとか、僕の心の中のそういうことも変わろうと思ったんですけど、だからその間に僕が感じたこと、メンタルが弱い人の特徴とか、逆にメンタルが強い人はどんな特徴を持ってるかについて話しようと思います。まずはメンタルが弱い人だったら劣等感って言いますか、それ。その劣等感を持って自分じゃない他の人と比べるのが本当その感情をそこに使いますよね、いっぱい。例えば僕がこうなったのは僕より世界に偉い人はいっぱいいるし、僕が頑張って努力しても変わんないことってそういう限界を持ってるとか、そういう考え方を持ってるから、それもあるし、僕はもうめっちゃ低い立場にいるから上に上がるそういうことに本当に限界があるって思うことがメンタルが弱い人には結構あることだとは思います。でも逆にメンタルが強い人だったら、その劣等感を人と人の比べることに使うことじゃなくて、自分のために、自分がちょっと上に乗り越えるために、その劣等感を使えるとは思います。その劣等感を使って僕がいつかはそういう人たちを乗り越えるめっちゃ偉い人になるとか、そういう考え方を持っている人がいっぱいいるとは思います。その全ては努力で乗り越えれるから、今の僕がこんな低い立場にいるとしても、次は上から下の人を見る立場になるみたいな、そういう考え方を持っているとは思います。だから、この劣等感を使っている自分の態度が、そのメンタルが弱いか強いかを決めることだと思います。そこで相手のことを嫉妬するか、自分の立場をちょっと低く見るのは、何回を繰り返しても変わることが全然ないから、そういう必要もないし、そういう意味もないとは思います。だから、本当に大事なことは、その劣等感について自分のことを頑張ってうまく生きるために頑張ることとか、綺麗にすることにその感情を使うことが一番大事だとは思います。前に頑張ってずっと進む人と、普通な僕と落ち込んで止まっている人、そういうすべて今その人生世の中にいるすべての人はみんな劣等感は持っているとは思います。でもその劣等感をどんな風に使うことによって、その態度によってその全ての人は前に進む速度と方向、前に進むか後ろにまた戻るかを決めることだとは思います。僕たちは本当に見えるだけ見たらちっちゃい木かもしれないんですよね。でもそのちっちゃい木だとしても、そんなに小さい木だとしても、その木の根元がどんなに深くまで成長してるかは誰も知らないんですよ。その可能性は本当に見えることだけ見たら。だからそれが自分じゃない他の他人だとしても、誰でもその根元はどんぐらい深いかわかんないから、だから僕たちは僕の限界を自分で勝手に決めたらちょっとダメだと思うし、目指すことよりもっと遠く、もっと上に行ける自信を持って頑張って進む方がいいとは思います。だって自分がそのぐらいだけ限界を持っていたら、実はここよりもっと進める人なのに、ここまで進んで止まる人だったらちょっと悔しくないんですか？だからそのメンタル的にそういう考え方を持って頑張って進んだら、みんな今は辛いかもしれないんですけど、これからはどんどん前に
進める人になるとは思います。この動画を撮っている僕にも今言いたい言葉だったんですよ、これは。今日の動画はですね。今日はなんかメンタルの弱い人、強い人はどんな特徴を持っているか、もっとメンタルを強くなるためにはどんな生き方で進んだらいいかについてちょっと話してみたんですけど、皆さんどうでしたか？やっぱりなんかそういう自分の限界を勝手に決めるか、自分の感情をどんな風に使うかによって人の進む速度とか方向が変わるとは思います。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。